皆さんこんにちは、藤楽です。今回はカフェリーヌというコーヒー粉末のパウダーを使って美味しい絞り出しクッキーを作っていきたいと思います。今回のクッキーは食べ頃は当日、焼けたらすぐに食べてください。すっごく美味しいです。難易度は星5段階で、そうですね、2かな、2ぐらいかな。絞るのがちょっと難しいかもしれません。クッキー作りの生地の部分はすっごく簡単なので、誰でもハンドミキサーがあれば作れるんじゃないかなと思います。それでは一緒に作っていきましょう。レッスンスタート。はい、それではコーヒーの絞り出しクッキーを作っていきましょう。まずはじめにカフェリーヌというこちらですね。このカフェリーヌを紹介したいと思います。こちらは焙煎したコーヒーを微粉末にしたコーヒーパウダーです。非常にダイナミックな香りが特徴ですね。普通はインスタントコーヒーなどを使ってお菓子を作ることが多いのですが、このコーヒーのパウダーがあればこのように薄力粉と一緒に合わせて振る、そしてお菓子に混ぜるだけでコーヒーのお菓子が完成します。それではクッキーを作っていきましょう。柔らかくしておいたバターをハンドミキサーで混ぜ合わせていきます。バターはこのように細かく切っておくとすぐに柔らかくなります。柔らかくなったらこの中に粉砂糖を半分加えましょう。粉砂糖が入ったらすぐにスイッチをつけるのではなく、このようにぐるぐると混ぜ合わせて、ある程度混ざってからスイッチをつけるようにしてください。粉砂糖は非常に軽いのですぐにスイッチをつけてしまうと飛び散ってしまうんですね。必ず粉砂糖をバターと混ぜ合わせてからスイッチをつけて泡立てるようにしてください。続いて2回目も加えていきましょう。白っぽくなったら粉砂糖を全部加えてさらに泡立てていきます。このようにしっかりと泡立てることでクッキーがサクサクに仕上がるんですね。そして大事なお砂糖なんですけど、粉砂糖が一番おすすめです。上白糖などで作ってしまうとクッキーが硬くなってしまいます。必ずサクサクのクッキー作るのは粉砂糖、こちらを覚えておきましょう。続いてふるっておいた薄力粉、そしてカフェリーヌを加えていきます。粉っぽさがなくなるまでゴムベラで混ぜ合わせましょう。そしてある程度混ざってきたらこの中に牛乳を加えます。絞り出しクッキーは生地が硬いとなかなかきれいに絞ることができないんですね。なので少し柔らかめに仕上げるために牛乳を加えています。牛乳が飲めないという方は豆乳でも構いません。このように生地が滑らかになれば完成です。それでは絞り袋の中に生地を詰めていきましょう。今回使用する口金はこちらです。そして使う前に必ずやってほしいのが、この絞り袋をキュッとねじって、この口金の中に入れておきましょう。そうすることで生地が漏れなくなります。そしてコップの上に絞り袋をかぶせて、この中に生地を詰めていきましょう。こうすることで両手が使えるので生地をきれいに詰めることができます。そして生地は全部詰めないようにしてください。最低でも2回に分けるようにしましょう。それでは絞っていきます。絞り袋の正しい持ち方は親指と人差し指でまず絞り袋をしっかり挟みます。そしてくるっとねじって絞り袋がピンと張った状態にしましょう。力を入れるのはこの4本指です。左手は口金を持ったり自分の手首を持ったりすることでぶれないように支えるだけになります。良くない持ち方がこのような持ち方です。両手でぐっと握ってしまうんですね。こうやってしまうと手の体温で生地が溶けてしまうことがあります。必ず持つときは4本指で力を入れて、左手は支えるようにして持ってください。それでは絞っていきましょう。今回はバラ絞りという絞り方をしていきます。このようにひらがなののの字を書くようにくるっと巻いていきましょう。ポイントは薄くなりすぎないようにしてください。横から見るとよくわかると思うんですが、私の左手、手首を持っていますね。ぶれないように手首を持つときれいに絞ることができます。絞るときは天板からおよそ1センチぐらい離して絞ると立体的に絞ることができます。絞り終わりの部分は切るようにして上にスッと力を抜いていきます。
絞り出しクッキーは美しく絞るよりも均等な厚さで絞るようにしてください。薄いと焦げてしまうし、分厚いと中まで焼くことができません。必ず厚さを均等にするのを意識して絞りましょう。ある程度絞ってくると生地がこのように少なくなりますよね。この時は必ず中の生地を全部出し切ってから次の生地を足すようにしてください。口金の中にも生地が入っているので、親指で押し込んで出すようにしましょう。しっかりねじってこのまま押し込みます。そうすると一番最初の状態に戻りますよね。そして一番最初の状態にしてから生地を足すようにしましょう。今回のレシピは天板2枚分の配合になっています。天板2枚分ですが、2枚同時に焼くと焼きムラができてしまうので、必ず天板1枚ずつ焼くようにしてください。生地が絞れたら、この上にカフェリーヌをふるってかけていきましょう。このカフェリーヌをかけることでさらに香りが良くなります。そしてこちらはあればで構いません。刻んだピスタチオを上に乗せていきます。なければくるみやチョコチップ乗せてみましょう。ピスタチオやくるみ、チョコチップがない場合はカフェリーヌをかけるだけで構いません。カフェリーヌをかけるのは忘れないようにしてください。それではオーブンで焼いていきましょう。170度に予熱しておいたオーブンでおよそ15分から20分焼いていきます。私の石窯オーブンでは18分焼きました。そして焼けたのがこちらになります。1枚焼けたらもう1枚すぐに焼くようにしましょう。天板2枚同時に焼いてしまうと焼きムラができるのであまりおすすめはしません。はい、ということでカフェリーヌのクッキーが完成しました。とってもオーブンからコーヒーのいい香りがします。コーヒー好きの方はぜひ作ってみてください。すっごく美味しいです。絞った時よりも少し横に広がりましたね。横に広がるので絞る時は詰めて絞らないように気をつけてください。焼けたでー。カフェリーヌちゃん焼けました。じゃーん。ほら見て、ひっついてんな。ひっついてるわ最後はこう縦に絞りました。ちょっと見えるかな、こんな感じ。縦にねこうそのままプチュッと絞って真ん中にチョコチップを置いてみました。これでもすっごく美味しいよ、チョコチップのやつ。では今から食レポをしたいと思います。いただきます。もうさ、ダイエットしてんのよ。美味しいよねダイエットしてる人にこれはあかんな。めちゃめちゃ美味しい。カロリーってなんでこんなに美味しいんだろうね。食べた感想としてはコーヒーが後で追いかけてくる。最初はコーヒーの優しい味が来るんですけど、このコーヒー豆の香りがずっとね今この口の中にね残ってる感じがします。でカフェリーヌをかけて焼いたことによってそのオーブンの中でこの表面が焦げたかなと思ったんですけど、全然大丈夫。しっかり中が甘いんですよ。今回のクッキーは粉砂糖結構しっかり入ってて、もう割と甘いっていうか普通なんですけど、しっかり味がね甘めについてるので、上にカフェリーヌあるとすごくちょうどいい感じになります。いや美味しい。しかもサックサク。はい、なのでねカフェリーヌっていうねコーヒーの粉末のパウダーがあるんですけど、意外と使うのが難しかったりするんですよ。インスタントみたいに溶けるのかなと思ったら溶けないんで、チーズケーキ作る時に入れたら溶け残ったとか、いろいろね使い方難しいんですけど、今回はココアパウダーと一緒みたいな感じで薄力粉に混ぜて使うだけ。そしてすぐに焼けてすぐ食べていいので、ぜひ皆さんカフェリーヌちゃんでクッキー作ってみてください。はい。ということで、今回も動画見ていただいてありがとうございました。この動画が面白いためになったという方、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。